子です。今日はスタンピングプレートを使ったフレンチネイルのやり方を紹介します。今私がつけているこれがそうです。とっても簡単なので早速やり方をご覧ください。私のこの爪はすでにカラージェルを2度塗りして未硬化ジェルを拭き取ってあります。ここまでのやり方は前回までの動画をご覧ください。今回はスタンピングプレートを使用したデザインなのでピールオフリキッドを使用します。ラテックスアレルギーの方や持ってない方は代わりにマスキングテープを使います。今回はフレンチネイルのデザインをするので、マスキングテープを使う場合は、映像のようにあらかじめ切っておきます。ピールオフリキッドを爪の両サイドの皮膚と大体でいいので、フレンチのスマイルラインのところに塗っておきます。仕上がりのスマイルラインよりも少し幅を太めにしておきます。リキッドによってはジェルの上につけると取れなくなってしまうものもあるので、事前にテストしておいてください。今回薬指と親指は全体にスタンプをするので、爪の周りの皮膚全体にリキッドを塗っておきます。今回使用するスタンピングプレートはモイラのヴィンテージ2というプレートです。ここの一番端にデザインされている植物柄だと思うのですが、レースのような綺麗なデザインがあったのでこちらを使用します。転写ができたらいつも通り順番に爪の上にスタンプしていきます。すべての爪に転写が終わったらピールオフリキッドを剥がします。ピールオフリキッドを剥がし終わったら、まだはみ出したデザインが残っているところがあるので、筆を使ってきれいにします。この時に使う筆はいらなくなった筆を使います。平筆やオーバル筆のように筆の付け根部分が潰してある筆を使うと使いやすいです。筆にアセトンを含ませたら一旦ペーパーに軽くアセトンを吸わせます。こうすることで余分なアセトンが皮膚やジェルの上につくのを防ぎます。フレンチのスマイルラインのところも同じように爪の上をきれいに拭き取ります。アセトンを使用しているので時間をかけていると皮膚の乾燥の原因になったり表面のジェルがベタつき始めるのであまり時間をかけないように丁寧に拭きます。
次にスマイルラインのところにラメを引きます。今回使用したジェルはプレストの153番シルバーです。筆は毛先の長いライナー筆を使うと便利です。筆にジェルを取ってスマイルラインを引いていきます。細いラインを引くときは左右の手をしっかりと固定してぶれないようにして線を引きます。薬指と親指は全体に塗ったので、先端以外の部分を囲みました。爪全体を囲んでももちろん構いません。爪の短い方が太めのラメで全体を囲んでしまうと短さを強調させてしまう場合もあるので、今回は先端は塗らないデザインにしました。私がいくつか持っているトップジェルのうち一つはデザインを引っ張ってしまったので、トップジェルを塗る前にクリアジェルを1回塗ります。最後にトップジェルを塗って完成です。終わったらキューティクルオイルでしっかりと爪周りを保湿します。いかがでしたか
普通のスタンピングネイルより一手間かかりますが、とっても綺麗に仕上がるので、ぜひやってみてくださいね。この動画が役に立ったらいいねボタンを押していってください。チャンネル登録がまだの方は登録ボタンも押していってくださいね。登録が済んだらその横のベルボタンを押しておくと動画が更新された時に通知されるので、ぜひ押していってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。